あなたには誰かから力ずくでも奪い取りたいものはありますか？遡ること21年前の2002年8月16日、中国広東省。その日、マスコミの注目は法廷に現れた一人の女性に集まっていました。女性の名はリュウ・ドンメイ。多くの国民を震撼させた凶悪事件の被告人です。そして何より人々を唖然とさせていたのは、法廷におけるリュウの異様な振る舞いでした。彼女は判決が言い渡されるその直前に際しても決して取り乱さず、その顔に笑みすら浮かべていたんです。さらに緊迫した空気の中、突如として鼻歌を口ずさんだリュウ。彼女を見守っていた傍聴席は一気にざわつき始めます。しかしこの裁判において最も奇妙だったことは、実はリュウ以外の部分にありました。この日、リュウの裁判にはなんと500人ものファンが詰めかけていたんです。殺伐とした法廷に500人ものファンが押し寄せる異常事態。多くの人々を虜にしたリュウ・ドンメイが犯した凶悪犯罪とは。リュウの美しい外見の裏に隠されていたのは激しい独占欲だったんです。おざす。昨日友達とディズニーシー行ったんだけど、ビリーブっていうパレードめっちゃすげえよ。ケンちゃんです。歩くディズニーランド、やみやみこです。じゃあ揃ったじゃん。ランドとあなた歩くディズニーシーなの？ディズニーシーではなかったよ。ここにいたの？歩くディズニーシー。いえ、どこにもいないんですけど、本日ご紹介するのは凶悪な犯罪を犯しながらもアイドル並みの人気を博した美しい殺人犯と呼ばれているリュウ・ドンメイについてなんです。時々さ、犯罪者に対してファンつくことって聞いたりすることあるんだけど、毎回なんかもやっとするのよね。悪いことしてるからね。アニメのキャラも悪役でもファンがつく子って言うじゃん。でもアニメと違うのは実際人が死んでる、被害者がいることそこがやっぱもやっとする。そうですね。一体リュウはどのような事件を起こしたのか、注目を集めた裁判の様子から見ていきたいと思います。法廷に咲いた花。遡ること21年前の2002年8月16日、中国広東省。この日の裁判所はいつもとは明らかに違う異様な空気に包まれていました。なんとある裁判を目当てに約500人もの野じ馬が詰めかけていたんです。来たぞー。傍聴席が小さくざわめいたかと思うと、法廷に一人の小柄な女性が姿を現します。その場に居合わせた誰もが息を飲んで視線を送るその女性の名はリュウ・ドンメイ、21歳。純白のドレスに肩まで伸びた黒髪、美しく整った顔立ちと清純そのものの彼女の容姿は凶悪犯罪者のイメージとはかけ離れていました。野じ馬たちは皆美しい彼女を一目見ようと法廷に集まっていたんです。裁判所に500人ってもう別にさ、目的がもう美女見るためじゃない？絶対おかしいわよ。裁判所なんだと思ってんのよ。ただね、そういうミーハーな人たちも裁判での彼女の立ち振る舞い見るうちにね、ちょっと考えも変わってきたんです。一体どういうことなのか。リュウが現れた際には賑やかだった傍聴席も裁判が進むにつれて完全に静まり返っていました。厳粛な空気の中、いくら罪を責め立てられても表情一つ変えずうっすらと笑みを浮かべるリュウ。傍聴席の人々はそんな彼女の様子に得体の知れない恐怖を覚えていたんです。そしていよいよ判決が言い渡されようというその場面に際して彼女はさらに一同を騒然とさせる行動に出るんです。なんとリュウは静まり返った法廷の中で突如気持ちよさそうに鼻歌を歌い出したんです。リュウのその異様な振る舞いに再びざわめき始める傍聴席。ただそんな中でも裁判長は努めて冷静に判決を読み上げました。被告人リュウ・ドンメイを死刑に処す。この時初めてリュウの笑顔がこわばったように見えました。しかしそれはほんの一瞬の出来事。多くの人にとってリュウの態度はこれから自分が死んでしまうことさえも何とも思っていないかのように見えていたことでしょう。こうして最も美しい死刑囚と呼ばれたリュウ・ドンメイは今からわずか21年前のこの年に公開処刑されたんです。21年前ってそんな結構最近まで公開処刑やってたって感覚になるの？中国って実はね、にわかには信じられないようないろんな事情とかがあるんですよ。ただちょっとわかんないと思うんで、というわけで本日のね、メトラキーワード、中国の死刑制度について。中国は世界最大の死刑執行国と呼ばれている国。具体的な執行数は公表されていないんですが、その数は年間でおよそ3000件とも言われています。イギリスの人権団体アムネスティ・インターナショナルの調査によると、中国を除く死刑執行国で2020年に執行された死刑の合計数は483件。なんと世界18カ国の死刑執行国の合計でも中国の死刑数には遠く及ばないとされているんです。リュウが事件を起こした2002年の中国では公開処刑がごく普通に行われて
ていました。しかし2008年北京オリンピック直前に公開処刑が廃止されることに、これは国際社会からの批判をかわすための動きだったと考えられているんです。でもやっぱり中国ってさ、歴史がめちゃくちゃ深いからかわかんないけど、すごい謎多い国よね。公開処刑にされるぐらいってそんなひどいことやったってことでしょ。竜のね、犯した罪の重さを知るには、彼女がそこまでに辿ってきたね、人生じゃないですけど、そういったところも見る必要があるんです。というわけでね、一体竜はどんな人物だったのか、後に重要人物となる竜の恋人の存在についても触れていきたいと思います。劉敦明。1981年、劉敦明は中国河南省の農家の娘として生まれます。決して裕福な家庭ではありませんでしたが、両親は愛らしい劉のことを非常に大切に育てました。そして中学卒業後、観光業の専門学校へ進んだ劉は、ここで運命の出会いを果たすんです。劉、今日は授業が終わったら遊びに行こうよ。講義室で劉に笑いかけたのは同級生のワン・ラン。劉は彼に向かい嬉しそうに微笑み返します。16歳になり美しく成長した劉は男子からひっきりなしにアプローチを受けていましたが、そんな中でも唯一彼女を射止めてみせたのがワンでした。学生だった2人のデートはいつも公園を並んで歩く程度の地味なものでしたが、劉は惜しみなく自分を愛してくれるワンを何よりも大切に思っていたんです。初々しくていいじゃない。なんか事件を起こす雰囲気なんか全然ないわよ。ここまではね、いいですよね。ここまではね。1998年、観光学校の卒業を控えたこの年、劉は遠く離れた広東省へインターンへ行くことになりました。実はこのことが劉にとって重大なターニングポイントになるんです。働くって思ってたよりずっと大変。ねえ、早くワンに会いたいよ。慣れない土地での初めての社会人経験。17歳の少女には過酷なそんな日々の中、劉は夜ごとに公衆電話へ向かい、ワンに電話をかけていました。しかし学生の彼女にとってその電話代はバカにならない額で、次第に2人が連絡を取り合う頻度も減っていったんです。そんなある日のこと。なんか最近変じゃないか？俺、何か気に障ることをしたか？ワンは日に日に冷たくなっていく劉の態度に気がついていました。劉は電話をかけてこなくなっただけではなく、こうやってたまに会話するその時にも明らかに口数が減っていたんです。別にもう時間だから切るね。劉はそう言ってはぐらかそうとするんですが、ワンには何もないとは到底思えず、彼は電話を切ろうとする劉を必死で引き止めました。するとしばらく黙っていた劉が観念したようにこんな話を切り出したんです。私好きな人ができたの。まあでもね、距離が離れてるとね、ちょっと気持ちが変わっちゃうってこともやっぱり近くにいる人に変わっちゃうってこともあるわよね。あまり遠距離恋愛を否定するわけじゃないんだけど。でも劉もモテただろうしさ、結構インターン先で素敵な人がいたんじゃない？まあまあでもね、なんか若い男女にはね、あるのかも。いやでもなんかあんま理解できないですけどね。なんかね、しか言わないじゃん。ですがね、この時ね、劉が恋した男性、いい相手とは言えなかったんです。報われない選択。故郷を離れている劉にとって忙しい毎日の合間に交わすワンとの会話は唯一の心の支えでした。ワンとの連絡が取れない日々は彼女の中に耐え難い寂しさを募らせていたんです。そんなある日、劉さん、この後空いてる？仕事を終えて帰り支度をする劉に声をかけてきたのは彼女のインターン先の上司ホアン。劉より10歳ほど年上のホアンは職場でも信頼されている優秀な社員でした。そんな彼が食事に行こうと劉を誘ってきたんです。劉は当然恋人のワンのことを頭によぎらせていました。しかし人恋しさゆえに結局はホアンと食事に出かけることにするんです。うわぁ、こんな高そうなお店入ったことないです。豪華な店の内装とテーブルに並んだごちそうの数々に目を輝かせる劉。経済力のあるホアンとのデートは彼女にとって非常に刺激的なものでした。そうやってホアンの大人の魅力に魅せられた劉はこの日以来彼に誘われるまま何度も遊びに出かけるようになりました。恋人のワンと電話で話した時のよそよそしい態度は彼女の気持ちが完全にホアンへと向かっていたためのものだったんです。まあワンはちょっとかわいそうだけど、劉もまだ若いしね、なんかすごい大人の魅力っていうのに惹かれちゃったのかもしれないわね。学生からしたらさ、大人の男性ってこう魅力的に映るのはね、なんかあるのかもしれないですよね。違うとこ持ってるとやっぱり魅力的に映る。ただ先ほども言ったように、この恋実はいい恋とは言えなかった。ワンに後ろめたい気持ちを抱きつつもホアンとの関係を続けていた劉。しかしホアンと劉の関係にはある重大な問題がありました。どういうことなの？そんな話聞いてないわ。ある日、劉は怒りをあらわにしながらホアンを問い詰めていました。悪かった、ちゃんと話を聞いてくれ。困ったような表情で劉をなだめるホアン。彼は続けざまにこう言います。僕は君のことを心から愛している。時間をくれるなら妻とはちゃんと別れるよ。そう、ホアンはなんと妻子持ちの既婚者であることを黙ったまま劉と交際を続けていたんです。もう典型的なやつじゃないこれ。
もう今までさ、うん騙しといて簡単に妻と別れるからっていうやつなんてもう典型的に信用できないやつじゃないのよ。もうやばいね。自分のインターン先の学生に手を出し、しかも自分が既婚者で秘密にしていて、で、結局なんかバレて別れるわとか言ってるわけでしょ。もう最低ですよ、全部。結局リュウはホアンの妻と別れるという言葉を信じることにしました。何よりホアンの虜になっていた理由は、たとえ彼が妻子持ちだとしてもその恋を諦めることなど到底できなかったんです。さらにホアンは下宿しているリュウのためにマンションを用意するなど彼女をとても大切にしていました。彼ならきっと私を選んでくれる。ホアンの普段の振る舞いからリュウは彼が約束通り離婚することを信じてやまなかったんです。だからもうあなたのことは好きじゃないの。私と別れて。受話器の向こうのワンに一部始終を説明し終えると淡々とした口調でそう告げた理由。そうか、君が望むことなら僕はもう何も言わない。リュウを深く愛していたワンの願いは何より彼女が幸せでいられることでした。その証拠に彼は最後にこんな言葉を残してリュウに別れを告げるんです。別れても僕は君の味方だ。何か困ったことがあればいつでも呼んでくれ。こんな大事にしてくれる彼氏よりホアンの方を選ぶって、まあラブイズブラインドってことなんだと思うけど、ちょっと見る目はないわねこれ。なんかやっぱ表面上のさ、いいなみたいなで付き合うとさ、結局なんか続かないっていうか、こうなっちゃうというかさ、難しいよね。なんかやっぱね、好きってこう甘く奥深いものですね、本当に。こうしてワンとの関係を終わらせた理由。そうなればあとはホアンが離婚するのを待つだけのはずでした。しかしその日、突如鳴らされたインターフォンにリュウが扉を開けると、そこには一人の女性が立っていました。彼女は鬼の形相でリュウに向かってこう叫ぶんです。今すぐ夫から離れろ。今後夫に近づいたらただじゃおかないわ。そう、ホアンの妻パンが夫の不倫に気がつき、リュウの部屋に押しかけてきたんです。以降、リュウはホアンとも一切連絡が取れない状態に。こうしてホアンの妻と別れるという約束はとうとう果たされず、二人の不倫関係は突然終わりを迎えることになったんです。二人の関係を思えば当然の結果に思えるこの幕切れ。しかしホアンとの未来を信じて疑わなかった理由は、もはや怒りを抑えきれなくなっていました。あの女を殺してやる。こいつ恐ろしいわ。なんでなのよ。本当にもうホアンとリュウが悪いでしかないのに逆恨みじゃない。まあなんかね、リュウからしたら恋人と別れて一緒になろうと思ったのに結局こうなったんかいっていうね、そういう落胆もあったんでしょうね。ここからリュウは取り返しのつかない強行に及ぶんです。そしてついにあの男が現れるんです。美しき殺人鬼。ホアンの妻パンを殺害すると心に決めたリュウ。しかし彼女が一人でできることなど限られていました。そのことも十分に分かっていたリュウはある男性へ電話をかけます。もしもし、リュウ、まさか君からまた連絡をもらえるなんて思わなかったよ。受話器の向こう側にいる男性は、そう、元恋人のワンでした。マジで最悪。いくらなんでも虫が良すぎるわよ。しかもワンもワンで応じるわけなくない？そう思いますよね。しかしリュウにはある悪魔的な計画があったんです。別れても僕は君の味方だ。何か困ったことがあればいつでも呼んでくれ。リュウとの別れ際に告げられたワンのその言葉に二言はありませんでした。2000年5月13日、リュウに呼び出されたワンは詳しい事情も聞かずに遠路はるばる広東省まで駆けつけます。そしてワンの姿を一目見たリュウはすかさず彼の胸に飛び込み泣き出してしまいました。ごめんなさい。あなたにこんなことを頼むのは本当にどうかしてると思う。でもあなたしかもう頼れる人がいないの。リュウは涙で顔をくしゃくしゃにしながら続けてこう言い出しました。好きな人の奥さんに騙されて知らない男に侵されちゃったの。リュウのあまりにも衝撃的な告白にワンはあっけに取られていました。そして同時にホアンの妻パンに対し底知れない怒りがこみ上げてくるんです。当然リュウのこの話は全くの作り話でしたが、ワンは完全に彼女を信用しきっていました。俺にできることなら何でも言ってくれ。あれだけリュウのことを大事にしてくれたワンをさ、本当に裏切ってるわよ完全に。本当ね、どうかしてますよね。恋はね、盲目とは言うんですけど、この行動はね、全く共感できないんです。こうしてワンの協力を取り付けた理由は、ホアンの妻パンを呼び出すべく彼女へ電話をかけます。もう一度直接お会いしたいんです。あなたに謝罪がしたくて。塩らしい態度で電話をかけてきた理由に思わず眉を潜めるパン。そんな彼女に対しリュウは続けてこう言いました。よかったら一度美術館に一緒に行きませんか？私も絵が好きなんです。絵を見ながらゆっくりお話ができればと思って。リュウはホアンとのやりとりの中で彼の妻パンが絵画好きであることを知っていました。そして共通の趣味があることを装いパンを油断させようとしたんです。リュウのこの作戦は功を奏し、彼女に興味を持ったパンはついにその誘いに乗ってしまうんです。2000年5月15日、
リュウとワンが待ち構えるホテルの一室にノックの音が鳴り響いた。すかさず部屋のドアを開けるリュウ。するとそこにはブランド物の服に身を包んだ上品な女性の姿があった。ホアンの妻パンダ。来ていただいてありがとうございます。そう言うと深々と頭を下げたリュウ。部屋にいたワンのことは絵に詳しい友人だと紹介した。そしてひとしきり挨拶が終わったその頃、すいません、私ちょっとお手洗いに行ってきます。リュウはそう言って席を立った。それから数秒後、キャー！リュウが向かったトイレの中から彼女のけたたましい悲鳴が響く。パンは驚き急いでトイレへと向かった。どうしたの？扉を開けるとそこではリュウが苦しそうにうずくまっている。あなた大丈夫？体をかがめリュウの顔を覗き込むパン。その時だった。パンの後頭部に強い衝撃が走る。重い一撃に意識を失い床に倒れ込むパン。彼女の背後にはワンが立っていた。その手には今しがた振り下ろされたばかりのハンマーが握られている。ワンは続けて意識を失ったパンのか細い首に手を伸ばした。そしてこれってさ、ワンはさ、パンのこと完全に悪人だって思って殺しちゃったわけよね。もうまんまと利用されたんですよ。だから彼はね、リュウのこと完全に信じきてたんですけど、もうリュウがね、正直言葉選ばずに言うともうクソすぎてですよ。で、結局そんなことをしたんで、正直リュウのね、周りの全員が不幸になっちゃったんですよ。パンを殺害した後、リュウとワンは遺体を浴室へ運び、持参したノコギリで解体。パンのハンドバッグから金品を盗むと、切り分けられた肉片と残りの持ち物をスーツケースに詰め込み、ホテルのそばを流れる川へ投げ捨てます。これでもう彼との仲を邪魔するものは何もない。そうやって安堵していたリュウでしたが、犯行はすぐに明るみになります。妻が帰らないことを心配したホアンが警察に通報し、パンの遺体を詰めたスーツケースはすぐに発見されるんです。さらにパンの携帯の着信履歴から足がつき、リュウとワンはあえなく逮捕されることになりました。こうして迎えた2002年8月16日、ワンとリュウの公開処刑は死刑判決と同日に執行されました。死刑が執行される直前、リュウは最後にこんな言葉を言い残しています。結ばれる運命でないなら、なぜ私たちは出会ったの？こんな人生もうこりごりよ。リュウは逮捕されてからこの日までの2年間で熱心に仏教を学んでいたといいます。彼女が最後に言ったその言葉も仏教の教えを説いた物語、仏教故事に由来するものでした。物語の内容は一人の学者が婚約者と破談になり、婚約者が別の男性と結婚してしまうというもの。学者は途方に暮れるんですが、思い悩む日々の中でそもそも婚約者は前世から別の男性と結ばれる運命だったと悟るんです。死刑を言い渡されても一切の動揺を見せなかったリュウ。彼女は仏教故事の学者と同じように自らに与えられたその運命をすでに悟っていたのかもしれません。いやね、やみこさんね、実は僕、ちょっと会社をやっておりましてですね、ちょっとそこでね、人を募集しておりますと。で、一体どんな会社かというと、エンターテックで世界中心を躍らすというのをミッションにかけている会社でして、具体的にはね、今募集しているところが IP 事業のところで、IP っていうのは、それこそキャラクターとかね、そういったのを作って、今、アルゴメトリで言うと姉妹チャンネルとかを作ってるんですけれども、そういったところのプロジェクトマネージャーっていう、ポジションだったりとか、あとはバックオフィスのメンバーですね。バックオフィスというのは、一般的に経理だったり、総務、法務、労務とかね、言われるようなところ。あとはHR と言われるようなところもあるんですけれども、それぞれね、全然未経験でも良くてですね、僕の中では、今知識があって、やる気がない人よりも、今未経験だけれども、自分をね、もう圧倒的スピードで成長させたい。そういうね、熱量がある人、ぜひぜひパンクシーに来ていただきたいなと思っております。というわけでね、少しでも興味ある方、概要欄、または固定コメントに募集のね、リンクを貼ってるので、ぜひね、ウォンテッドリーからね、ご応募いただければと思います。ちょっと余談なんですけど、実は会社もね、今4期目なんですけど、3期目の段階で、ウォンテッドリーの4万社中ね、トップ100の会社に選ばれたりとか、非常にね、最近注目していただいたりもして、いかんせんYouTube だけをやってるようなね、イメージ持たれる方もいるんですけれども、実は裏でね、いろいろ活動もしておりましてですね、ちょっとそういったところも含めて見ていただければと思いますし、とはいえね、やっぱアルゴメトリーも非常に僕らね、大事にやっていますし、ヤミコさんもね、撮影の時にね、わざわざダークネスから来ていただいてるんでね、もちろんこっちも 100% やってますしね、何卒これからもよろしくお願いいたします。